こんにちは、MJWS 編集室です。三保の松原、そして清水港、観光地としても知られる同地域には、かつて貨物輸送を主とする清水港線という鉄道路線が存在しました。1944年に東海道本線から分離独立して清水港線単体となった同線は、昭和30年代には黒字路線になったこともありました。しかしながら自家用車の普及もあり、旅客列車の衰退と合わせ清水港線も赤字路線になってしまいます。貨物輸送を主としていた清水港線は1日7往復していた時期もありましたが、国鉄の貨物合理化の影響も受け、1984年に全線が廃線となってしまいました。清水港線についても動画の最後で触れますが、今回のテーマはこの清水港線ではありません。かつてこの地域で建設が検討されていた清水駅と清水港、三保の松原付近を結ぶモノレール路線、都市モノレール、青新モノレール三保線という一種の未成線についての動画となります。冒頭、清水港線を紹介した理由は、この青新モノレール三保線のルートのおよそ半分が清水港線とほぼ同一区間を取っていたからで、この点については後ほど Google Earth を使いつつ紹介していきます。モノレール三保線は国鉄清水駅前の道路上に始発駅が設けられ、本町付近で清水港線ルートから離脱。日本平入り口を経由し、折戸付近で再度清水港線ルートに合流。清水港と三保の松原の最寄りとなる正木駅に至る路線延長は 10.6km、計14駅を24分で結ぶ路線として計画されました。それでは早速ルートをたどりながら、このモノレール路線計画の概要について説明していきます。ルートの起点は当時国鉄の清水駅。清水港線は国鉄駅を対象にモノレール駅とは反対側に位置しています。余談ですが、当西成モノレールについては、この清水駅から正木駅間開業後にはこの後の拡張を視野に入れていました。ご存知のように計画倒れとなっているため、その後の延伸の話は当然その後話題にも上がりませんでした。起点となる清水駅は国鉄清水駅の駅前広場の奥手に位置する国道149号線の直上に設ける計画だったようです。当時は都市モノレール法制定前後の頃の話。道路上に鉄道駅を作るなんて、建設業の人からしてみれば驚くような話だったことでしょう。今でこそモノレールは道路の上を走る乗り物という常識が成り立っていますが、50年近く前の日本ではこれは常識ではなかったのです。さて Google Earth は起点駅となるモノレール清水駅建設想定位置までやってきました。駅からは徒歩3分ほど。ここから清水港、三保の松原まで直行するモノレールが計画されていたなんて、ちょっと夢がありますね。こちらが現地の清水駅前交差点の現在の様子。交差点から清水駅を見た様子がこちらです。ちなみにこちらは海岸とは反対側にあたる位置です。駅上のデッキを使うと海岸線側へも出ることができます。サッカーで有名な静岡県、そして清水エスパルスの本拠地でもある清水市、町の至る所に清水エスパルスを応援している広告や垂れ幕が散見されます。駅の反対側には先ほど説明した清水港線のヤードがあったはずですが、現在廃線跡は全体的に遊歩道や公園などとして整備されています。清水港線もでしたが、特にモノレールは目の前に広がる折戸湾をぐるっと一周する路線となるはずでしたので、
この位置からもおよそのルートの終点位置を望むことができます。この静清モノレール美保線以降、万世町交差点までは国道149号線を帰属道路として進んでいきます。モノレールの次駅となる清水橋駅では、並行する東海道線を上部で越境するほか、静岡鉄道の新清水駅と接続します。こちらに示すのが現地の実際の様子です。清水駅前の中心道路と目される国道149号線をなおも帰属道路とするモノレールルート。この後、モノレールルートは万世町駅を介し、万世町交差点付近に設けられるはずだったと想定される本町駅で国道149号線と離れ、静岡県道197号入江富士見線に帰属道路を変更します。以降はモノレール美保線の概要を説明するため、想定駅名については画面上に表示する形で進んでいきたいと思います。ここから少し静清モノレール美保線の計画の概要について説明していきたいと思います。美保線の草案は1970年に立ち上がりました。後、1972年11月に公布・施行された都市モノレール法にトレースする形で、1973年度には都市モノレール調査が実施されることとなります。モノレールとは皆さんのイメージ通り鉄道ですが、日本においては法律上道路の一部に位置づけられます。このモノレールは道路の一部ですよというルールにしたのが都市モノレール法と呼ばれる法律。東京モノレールや湘南モノレール、都市モノレール法規格のテストベッドとなった万博モノレールまでが鉄道。以降、都市モノレール法制定後、北九州モノレールからは軌道という分類となっています。静清モノレール美保線も後の北九州モノレールおよびこの立案とほぼ同時期に立ち上がったモノレール計画です。北九州モノレールについては関係各社の尽力で1976年に運行会社を設立、1985年に小倉線開業にこぎつけましたが、静清モノレール美保線については計画段階で打ち切られることとなり、1976年以降その単語はほとんど表に出ることはなくなりました。静清モノレール美保線と聞くと何の妄想なのかと考えてしまいそうですが、立案時の北九州モノレールも条件は似通ったものがあったのです。北九州モノレールは開業、片や静清モノレールはその存在すら忘れられていく。運命とは細い線のようなものだと改めて感じます。さて、話を画像に戻します。日本平入口駅を出た美保線ルートは同線の計画において唯一帰属道路が確定していない区域に入っていきます。画像では次駅1と想定される駒越駅付近まで参考として直線的なルートを示しています。この駒越駅まで旧清水港線とは異なるモノレールのオリジナルルートとなっていて、この後清水港線と同一のルートに戻っていきます。モノレール美保線についてはさらに次駅となる折戸駅を主要な中間駅と位置づけていたようで、この折戸駅での折り返し運転を想定していたようです。また折戸駅には車両基地を併設する構想だったようで、日本モノレール協会の資料ではここから駿河湾方向に進んだ位置に車両基地想定位置が示されています。モノレールルートはここより旧清水港線と並行するルートで進んでいきます。軌道法での敷設が前提となっていたことから、清水港線のルートをトレースするわけではなく、付近の主要道路となる199号線を帰属道路としています。
旧清水高専のルートについては現在遊歩道として生まれ変わっており、この画像からもその廃線ルートが明確に判別できるほどです。美保半島地区に入ってからは先ほど紹介した折戸駅、東折戸駅、画像の羽衣入口駅、美保駅、終点となる正木駅の5駅が設けられる構想でした。美保駅は美保造船所の最寄りとなるほか、旧清水高専の美保駅の最寄り駅でもあります。ここには今も清水高専美保駅の廃線跡が残されていますが、このまま終点の正木駅位置まで進んでから改めて紹介したいと思います。美保駅を出たモノレールルートはここで終わらず、モノレール独自のルートとなる次駅の正木駅まで進んでいきます。画像に示す東大入口交差点付近から先もモノレール建設となった場合には若干の都市計画変更が必要であったと想定される箇所となっています。道中、清水市らしく清水エスパルスの育成場やこれに関連するサッカーコートがあったりと、普段の未成線の散策では味わえない景色を見ることができます。いよいよモノレールルート終点となる正木駅付近までやってきました。正木駅は現在の東海大学博物館大駐車場1付近に設置されていたものと推定されます。あくまで計画、思案、想定という前提ですが、ここがモノレールルートの終点として構想されていました。当時とは景色が変わっているものの、付近には良さげな駐車場が位置しています。なお、実際の終点駅はこの駐車場位置ではなく、動画に示すこの辺りであったことが計画図からは想定されます。以上、ピンク色で示す延長 10.6km、計14駅の都市モノレール路線として先進モノレール美保線は計画されました。折戸湾をぐるりと一周する、完成していれば非常に珍しい線形の路線となっていたと思いますが、冒頭説明したように美保線の計画は1976年頃に消滅しています。当時の資料には北九州など他の計画路線と並び比較的頻繁に登場していましたが、2000年代の今となってはおそらくほとんどの人が知らない路線計画となってしまいました。視聴者様の中で知ってるよという方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントをいただけると幸いです。さて、動画の最後となってしまいましたが、美保駅跡地に残されている清水高専関連遺構を動画で見ながら終了したいと思います。清水高専の跡地はこの美保駅跡地のほか、廃線跡が遊歩道として整備されていて、清水駅まで廃線跡をたどることができるようになっています。我々も清水駅までの帰り道はこの廃線跡をたどってみました。全区間ではありませんが、歩行者用、二輪車用と区分けもされていて、とても歩きやすい道となっています。それでは今回の動画はここまで。また機会がありましたらお付き合いいただけると幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。さようなら。